はい、皆さんこんにちは。今日は働き方についてお話ししたいなと思うんですけど、今って多種多様な働き方がありますよね。だから本とか、一般的にも最近言われているけど、私も思うのは、本当にいろんな仕事を同時にした方がいいなと思ってます。昔はね、会社員は会社員だし、会社員が安定していて一番いいとか、公務員がいいとか、あとはちょっと前だったらフリーランスは自由で、どこでもいつでも働けるからフリーランスっていう働き方に注目されたりとか、でも今はハイブリッドって言って会社員しながら別の仕事をするとか、フリーランスだとしてもいろんな仕事をする、クライアントワークだけじゃなくって自分のサービスを作ってとか、そういうね、本当にパソコンがあればできる仕事ってたくさんですよね。もちろんサービス業、接客業っていうのもなくならないし、そういう仕事が好きな人もいますよね。だから何か一つの働き方にこだわらず、いろんなことをやった方がいいと思うし、外で働きながら、あとは家帰ったら家でまた別の仕事をするとか、もちろんそうすると自分の時間ってなくなっちゃうし、忙しくなっちゃうんだけど、メリットとしてはまず収入が増えるっていうのとね、あとはスキルもついて実績、経験も積めるので、その後また幅が広がりますよね、自分のキャリアの。だからそういう面でもいろんな仕事をするのがいいなと思ってて、これからね、人生って長いと思うけど、それは年齢によって違うかもしれないんだけど、この仕事しかできないとか、これからも一生この仕事っていうよりかはいろんな仕事ができるっていうふうに考えた方が楽になると思います。どんどん物価が上がり続けていく中で、お給料も上がらないとどんどん苦しくなりますよね。で、なかなかお給料が上がりにくい仕事とか、あとはどうしてもバイトとか、クライアントワークもそうだとは思うんだけど、時給制の場合って、頑張れば頑張る分だけお給料は上がるけども、それが何かお金を生む仕組みにつながってるかっていうと、それも難しいですよね。だから、いろんな仕事があるっていうことと、いろんなことに挑戦してみるっていうのが大事だなと思います。私もいろんなことやって失敗とかたくさんしてきたけどね。で、今日もう一個、お話ししたいなと思ったのは、私は常になんですけど、一緒に働く仲間を探しているんですね。特にバイトとして週何日とか正社員として雇うとか、今のところそういうわけではないんだけど、今も何人か毎月お手伝いいただいて、主にね、動画編集とか、画像制作とか、あとはでも本当いろいろ私の SNS をお手伝いしてくれたりとか、本当にお世話になってますが、まだまだ足りないんですよね。で、これって、雇用する側と雇用される側で、やっぱいろいろ大変だなって私も初めてこの立場になってやっぱり思いましたね。でも忘れちゃいけないのは、あとは、私が常に思ってるのは、全員がいい。つまりウィンウィンじゃないとそれはやっちゃダメだと思ってて、もちろんお金払う側は安い方が嬉しいですよ。でも、それでいいのかっていうね。時間使って一生懸命やってくれてるんだったら、ちゃんとお金はお支払いしたいし、で、その分、一緒に働いてくれる人は、もちろんお金のために頑張るでいいんだけど、もっとより良いものができるようにとか、そういうふうに思ってもらえたら嬉しいなとは思ってて、私もそういう感じでずっと仕事をしてきたからね。で、いろんな考え方があって、その経営者とか雇う側ってね、これどっちも私正解だと思うんだけど、一つは、
どんどんお金は投資する、人件費に投資する、お金をかけるっていうことですよね。もちろん自分が赤字になるっていうのは良くないけど、ちゃんと働いてくれる人にはちゃんとお金を渡す。で、もう一つの考えは、もちろんお金を渡すんだけど、でも、やっぱり自分の事業の売上利益が一番大事だから、そこをなるべく最大化するために人件費は削るっていう考えね。で、両方とも私経営者にとってすごく必要だと思ってて、ただ私は明らか前者の考えなんですよね。自分のもし不手際があったりとか、ちょっと読み誤ってたりしたら、自分が赤字になってもしょうがないとは思ってる。でも、多分この考えでずっとやっていくと、ビジネスとしてはうまくいかなくなっちゃう。だから、優しさとか人を思う気持ちって絶対一番大事なんだけど、それだけでどんどん自分が不利になっていったりとか、利益がなくなっていったらもう元も子もないですからね。お金も払えなくなっちゃう。仕事も終わっちゃうからね。だからこそちゃんとお金を計算していくらお給料を払うかとか、それはもちろん最初に言った上でやるのは前提だけど、だから私もまだまだね、そういうところ、今もすごい勉強はしているんだけど、でもやっぱり私は感謝の気持ちは忘れたくないなと思います。お金じゃなくてね。そう。だから、私もたくさん、業務委託させてもらう人が増えると、もちろんこっちも管理とか大変なんだけど、でも、もっともっと私は自分の仕事を頑張りたいから、もし聞いてくださってる方の中で、私と一緒にお仕事したいなとか、挑戦したいなと思う人がいたら、連絡もらえたら嬉しいなとは思います。やったらやった分だけ、もちろんお金は稼げるし、最初はそんなにお給料高くないかもしれないけど、どんどん上がっていくし、やっぱそうすると私も頑張んなきゃって思うからね。ただ、ここからは私の今までの経験なんだけど、あんまり大々的に求人を出したりとかして、それで成功しなかったことの方が私は多いんですよね。クラウドソーシング、その外部のサイトに求人を出してお願いしてとか。で、いい出会いも数えきれるぐらいはありました。1件か2件ぐらいです。それ以外は、こっちが損になることはなかったけど、やっぱうまくいかなかったですね。途中で連絡来なくなったりとか、向こうから応募してくれたのにね。そういうのがあるから、あともう一回ぐらいは、そのクラウドワークスに載せようかなとは思うんだけど、もちろんそこでいい出会いもあるから、あとは、スレッズとか、X とか、そういうとこでの求人はちょっと出さないかなとは思いますね。出したいんだけどね。ほんと忙しい時とかは、もう誰でもいいから手伝ってっていう風になるんだけど、やっぱ後々自分が大変なんですよね、それが。だからインスタの個人アカウントの方では、定期的にお手伝いしてくださる人を募集したりはしてるんだけど、で、私、あれをしょっちゅう出してるからといって、今お願いしてる方じゃ足りないとか、そういうわけではなくって、やっぱり不安なんですよね。こっちとしても。だって、いつお仕事をできなくなっちゃうかもわからないし、で、私自身もそうですよね。私もいつお仕事できなくなるかわからないし、連絡ができない時もあるかもしれないし、もちろんちゃんとお金とかは払いますけど、そういうとこは大丈夫なんだけど、だから、もうこれもさ、多分難しいところで、よく雇用問題でさ、人が足りないなら雇えばいいじゃんとか言うけど、
私も全然そんな正社員として雇うレベルではないんだけど、やっぱり雇うのってリスクあるし、仕事がずっとちゃんと安定してあるわけではない。でも、たまに人がすごく欲しくなる。で、そういう時に募集をするけど、そこでたくさんしすぎちゃうと、そのピークが過ぎた後にお仕事がなくなっちゃうっていうね。ここは、きっとみんな、考えるところなんだろうなと思って。だから私たまに妹に手伝ってもらうんだけど、妹は家族だから言いやすいというか、急いでる時とかも、もうこれ明日までできるとか、できないならできないって言ってくるし、だから結構言いやすいんですよね。でも妹もね、二人しかいないんで、しかも妹も結構忙しいんで、何でもかんでもお願いできるわけじゃないから、だから、本当私もね、安定して今の仕事がずっとあるわけじゃなくって、だからこそ、難しいなとは思います。だから最初に言った通り、いろんな仕事をしておくっていうのがよくって、ただ、いろんな仕事を浅く全部手をつけるけど、どれも一生懸命できないってなると、それも意味がなくって、全部を一生懸命やらなきゃいけないんですよね。それが、やっぱり長期的に考えるっていうことで、クライアントワークに関しては、長期的に考えると、リソースをそんなに割いてやるべきではないと思ってて、ただ案件はいただいて、で、今いるクライアントさんは全力で頑張るんだけど、そこもね、一緒にお仕事してくれてる仲間と頑張るんだけど、やっぱりクライアントワークって、じゃあ契約終わったら終わりなんですよね。毎月たくさんお金をいただいてたとしても、もう来月から大丈夫ですっていう風に、もちろんちょっと契約とかしてるからいきなり音信不通になるとかそういうのはないんだけど、でもやっぱりクライアントさんもね事情があるから、こういう事情があって一旦運用を減らしたいですとか、一旦来月まででいいですとか、そういうのはたくさんあるから、そうなるともうその仕事はもうゼロですよね。終わっちゃうっていう感じになります。だからたくさんクライアントさんをね、これからも営業するし、そういうところもやるんだけど、もう本当にバランスって難しいなと思います。たくさんじゃあお仕事いただいたら、私一人じゃできないから、お手伝いしてもらって、でそこですごい頑張ったけど、契約終わりますってなったら、じゃあそこはもう作業者さんも仕事終わりだし、私も仕事は終わりっていうことだよね。だからこそ私は日本語の先生とか自分の発信っていう仕事を今年は頑張ろうというふうに思ってるので、そこのお手伝いをしてくれる人を探しております。今も本当にもうよく私とつながっていただけたみたいな、すごい思考的で性格もよくってっていう方がね、いるんですよ。4、5名ぐらい。それ以外でも単発でお願いさせてもらったりとかしてた人はいるんだけど、で、お仕事お願いしてお金をお支払いした人は、みんなスキルもあって、ちゃんとコミュニケーションも取れていい方でした。もうそこに行くまでの方たち、最初コンタクト取ってやり取りして、結局納品されませんでしたとか、そういう場合はこちらもお金払いませんからね。だから、そういう人たちはちょっと、私からしたら時間は損したなと思うんだけど、正式にお仕事お願いさせてもらってた方たちはね、本当に、もうこれからもよろしくお願いしますっていう形で、これからも頑張りますっていう形ですね。で、私今回引っ越したので、自分の家兼オフィスになってるんですね。だからここで、お友達とか知り合い限定で今年はアルバイトに来てほしいなと思ってます。パソコンもあるし、私は優しいので丁寧に教えるので、もし全く見ず知らずの方はちょっと厳しいんだけど、何か挑戦したいとか、私が
最初話した通り、今っていろんな仕事があるっていう中で、これからも需要が続くであろうという仕事を私は今お願いしてるので、興味ある人は連絡欲しいなと思います。っていうか、興味あったらやっちゃえばいいって思うんですよね、私は。悩む必要ないかなと思って。だって、お金はお支払いするし、できなくても使ってもらった時間はお支払いするし、なんか、そこで迷っちゃう人っているじゃないですか。例えば、最初はお金払いませんとか、そういう案件は確かに良くないと思うんだけど、一応最低賃金の時給が出るっていうんであれば、挑戦してみてもいいんじゃないかなと。迷うところは自分にできるのかなとかね、迷惑かけちゃうんじゃないかなで迷うことはあるかもしれないですね。それは確かにそうかもしれないけど、私が募集してるお仕事はパソコンが触れれば大丈夫かなと。で、普段触ってない方でも大丈夫だと思います。スマホでも大丈夫だけど、やっぱパソコンの方がいいですね。みんなそれぞれのペースでいいと思うので、仕事をね、一つじゃなくて複数やってみるっていうのがこれからの時代だと思います。それね、複数やってるからこそ何かがダメになったり嫌だと思ったらそれやめればいいし。だから、例えば会社員とか何か雇われの仕事が嫌でやってる人、それは辞めたり転職するべきなんだけど、やっぱりまた転職しても失敗するかもとか、お金が発生しない期間があるっていうのが嫌だとか、そういう気持ちもわかるので、そういう場合は、副業を始めてみるとか、副業が難しいんだよって思うかもしれないんだけど、意外とこの落とし穴にはまる人が多いんだけど、やっぱり楽に稼げる方法はないんですよね。でも SNS 見ると、これやるだけで月100万とか、初期費用最初30万払うけど、その次の月から毎月80万稼げますとか、あとはスマホ一つで決められた時間に何々をやるだけですとか、それにね、飛びつく人が結構いるんですよ。これは本当に覚えておいてほしいのは、楽にお金を稼げる方法はないっていうことですね。それはないです、やっぱり。最初は大変で、その後、多少楽になることはあるかもしれないし、何かお金を生む仕組みさえ作れちゃえば、あとは自分が動かなくても、お金というかその仕組みが働いてくれるからね、そこで稼げるとか、そういう方法はあるんだけども、それを楽に作ることは難しいし、本当につくづく思います。すごい稼いでる人って SNS とかで見ると、例えばたくさん遊んでてね、楽に稼いでていいなとか思う方いるかもしれないんだけど、本当にね、最初にかなりの金額を自己投資、勉強代に当ててたりとか、もう寝ないでやっていたりとか、そういう人ばっかりですね。私もそういう人の SNS をやることが多いんだけど、たまにそういう自分の過去とか見えない努力をたまに公開することはあるけど、そういうのばっかり発信してるわけではないので、本当にね、そういうのを見てるからこそ私ももっと頑張ろうっていうふうに思いますね。はい。という感じで今日は働き方、そして求人募集についてお話をしました。さっき妹に買ってあげたデスクチェアが届きました。椅子。私の妹すごいちっちゃいんですよ。てか私も身長小さいんですけど、妹もっとちっちゃいんですね。だから普通の椅子が、オフィスチェアがね、
高いんですよ。どれも大きいの。あれってやっぱり男性に合わせてるのかな。まあ女性も普通に座ってるけど、だからいろんな店舗見に行ったんだけど、どれも大きいんですよ。で、唯一、あれ海外製、あれ日本製かな忘れちゃったけど、女性向けに作られた椅子があったんですね。それは良かった。だから、すごい高級な椅子でも男性向けだと妹は合わないので、一応その椅子も、女性向けっていうのが珍しいから結構高かったんだけど、でも良かった。思い切って買って。まあ、誕生日プレゼントに一応買ってあげたんだけど、さっき届きましてね、1ヶ月待ってました。やっぱりいい感じでしたね。椅子って大事だよね。私も椅子は自分のデスク周りで一番投資したところ、まあ PC 以外だとね。なので、本当に椅子って大事。だから妹もそれまではニトリかなんかそういうところの2万円ぐらいの椅子使ってたと思うんだけど、やっぱ全然違うよね。本当に。てか、その10万とかする椅子でも座り心地良くないやつありますからね。あと、実際お店に行って座ること一番大事だけど、めっちゃカラスが鳴いてる。なんだっけ。カラスが鳴いてたせいでわかんなくなっちゃった。あ、そう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 。長時間座ってどうかっていうのが大事だからね。だからあの時お店行ってすごい店員さんに聞いて、高い買い物だからさ、失敗したくないじゃないですか。でもよかった。さっき届いて座ってみたら、椅子の幅はまあまあ普通なんだけど、縦の幅っていう、背中が近いっていう感じ。そこが遠いとさ、足が下につかなくなっちゃったりするんだけど、あれよかったです。何のメーカーか名前忘れちゃったんだけど、多分女性向けのオフィスチェア。いや、女性向けかな、なんだろう。もし気になる方いたら、聞いてください。教えます。はい。っていう感じで、今日はこれぐらいで終わりにしようと思います。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。